美味しいものがありゃどこまでも飯飯旅。Season 6今回の飯とビは北広島エスコン界隈。それでは早速Let's get it started. 1. Chuka Soba Roku Sing 北広島インターそばの交差点角にある中華そば六神さん。ってわかるかい？こちらは札幌の名店我流麺部飛燕さんから送られたのれんが光ってますね。おっと、飛燕さんは大好物ですからね、期待が高まります。どうやら飛燕さんで店長されていた方のお店のようですよ。やはりさすがですね。女性のお客さんもちらほらいらっしゃる。安心感が高まりますぞ。なんじゃこりゃ、なんかくっついてんぞ。そうなんです。これまた面白い。おい、カツオ方式。スープはお野菜や出汁の旨味がじんわりと広がり、非常に優しい味わい。さらにこのちょこんと乗ったアディショナルカツオにスープをかけますと、カツオの風味が高まりマックスってこと。なるほどね。優しめあっさりめの上品な都会的なラーメンを感じましたぞ。いろいろおいカツオ方式のラーメン増えてきたね。ねえ、麺は低加水のストレート細麺なんだけど、北方っぽいもっちりビラビラ麺もあるみたいだから。私の好きなやつでしょ。そっちも食べてみたいな。ぜひぜひ。いやー、北広島変わりましたね。街に活気が溢れているね。建設ラッシュ、バブル到来って感じ。トイレットペーパーまでファイターズ仕様になっていたんで、思わず歌っちゃいました。ラーメン屋でしてんじゃねえぞ。じゃあせん。 2. Truffle Bakery エスコンフィールド球場街の池のほとりにあります東京の人気店トリュフベーカリーさん。この日はちょうどセパ交流戦の開催日ということもあり、試合が始まる前にパンを購入しようとするお客様で店内は大にぎわい。オレンジ系のおやつを見るとついつい手が出ちゃう飯旅ね。紅茶香るパンオランジは紅茶の茶葉が生地にたっぷりと練り込まれていて、鼻を抜ける柑橘と紅茶の香りが奏でるハーモニーが最高でした。これが一番人気の塩トリュフの塩パン。袋から取り出した瞬間、トリュフの高貴な香りがふわーっとあたり一面に広がります。塩気は強すぎず食感はふわふわで非常に食べやすいですね。ちょっとトリュフがきついかも思ったっていうくらいトリュフな塩パンなのでした。エコノミーな飯旅にはちょっとトリュフは不似合いってことかな。トリュフより椎茸って感じ。舞茸も美味しいよね。 3. Nagami Tay 北広島の超住宅街にひっそりと佇むまさにただいま系食堂なごみ亭さん。一般住宅のリビングと和室の仕切りをぶち抜いて、そこに会議用テーブルを無造作に並べただけという非常に簡易な作りになっております。お客様はほぼ 100% 地元の常連さんといった印象ってことは期待大だね。そういうこと。日替わりランチはお肉料理かお魚を選べるシステム。さらに肉は生姜焼きオアカツを選択可能。相席になった方がちょうど食べ終わったお皿を見ると、おそらく魚定食はアジだった模様が、しかしすでに本日は品切れたそうなので、私はやむなし生姜焼きを。うわー、ちょっとした午前ね。いや、これはもうね12時半頃だったんじゃないかな。違う。小鉢が煮物酢の物ニラ玉の3点に昆布の佃煮や黒豆山盛りのサラダまでついていきます。こういうのはなかなか食べられないですよ、最近の外食じゃ。本当だね。これはいいですね。でしょう。さらに食後のデザートとドリンクまでセットになってるんですよね。どこか懐かしい昭和の午前。ご飯もお味噌汁もちゃんと美味しい。日本の高度経済成長を支えた象徴のような実に素晴らしい純和風的昼食午前でした。食前に出てくるこのいちご酢がまた美味しいんだよね。いちご酢。この充実度で1200円はありがとうレベルですな。甘じょっぱいドロッドロのカツカレーに1300円払うくらいなら絶対こっちがいい。相当根に持ってる。ほっこりとおばあちゃんの家に遊びに来たかのような、何とも言えない郷愁感を味わえるランチでした。次回は2人でだね。だね。 4. Okashi no Azuma
続いては1968年に夕張で創業し、1987年に現在の北広島へと移転されたという老舗お菓子の東さん。何やらサクサクパイが美味しいという情報をキャッチしましてね、やってきたのですが、ショーケースを覗いてみるとファイターズにちなんだネーミングのケーキが並んでおりましてね。あったのよね、ガタシュが。いやテンション上がりましたね。ダジャレ愛好家として親近感が湧きます。他にもビッグボスやパイナポーといった思わずクスッとしてしまう名前のファイターズ関連商品が目を引きますが、今回はブレずに標的のサクサクパイとクッキーシューをいただきます。このサクサクパイが驚きでしたね。過去の経験上一番軽いパイ生地で、少しでも風が吹いたらそのまま風に乗って飛んでっちまいそうなエアリー感。わかる、マジそんな感じの軽さ。クリームは結構ヘビーな昭和のクリームだけど、クッキーシューの方もザクザクサクサクとした力強い食感がとてもニキビ面のガタシューのイメージにぴったりなクッキーシューなんだけどね。エスコンのガタシューはベルボーに高いからさ、いいよねこのガタシュー。でもこれはガタシューじゃないんだよね。間違えた、ガタシューも食べに来なきゃね。 5. ニューヨーク Tower 11 Onsen Sauna. エスコンフィールドのシンボルでもある世界初の球場内温泉サウナ、タワー11温泉&サウナさんにやってきました。なんとエスコンタワー11のサウナは混浴ですからね。視聴者の皆さん、グリーンちゃんの水着姿にワクワクじゃないですか。そんな嫌だ照れるっておい。そうなんです。なんとグリーンさんが着衣での入浴を断固拒否。まあその気持ちもわからないではないが、なんかいや、おしっこ漏らしたみたいな気分になるでしょあれって。確かに。ってことでケチケチ飯旅ーズ、試合のない日は通常2500円のところ17時以降であれば1737円で入浴できるということなのでね、それ狙いで入産。入浴だけサウナなしなら1000円、試合日デイゲームとかいろいろ料金が複雑なので、興味のある方は公式サイトをご覧あれ。ってことで誠に残念ながら私の入浴シーンでご紹介いたします。で、撮影 OK なのがびっくりよね。結構女性も入ってるんだよ。鼻の下伸ばしてる。伸びてる。泉質も北海道らしい天然モール温泉でしっかりとお肌ツルツルになる名湯でした。砂質は85度前後のセルフロウリュタイプ。水風呂もいい感じに冷えてる。整いチェアはなんと観客席なんだ。そういう感じ。試合のない日の方がこれ空いてて整い環境はいいんじゃないかな。至る所にモニターがあって、ファイターズの歴史やらエスコンの紹介やらアンアンの撮影メイキングビデオやプロモーションビデオが流れてるから飽きずにずっといられる感じ。それはいいわよね。グラウンドを見下ろしての外気浴は最高の整い体験でした。アウェイ戦のナイターの時いいんじゃないこれ。それいいね。行こう。いや何が驚いたって20年前のサーフパンツ引っ張り出していったんだけど、このありさまさ。じゃあ全然履けてない。しかもよく持ってたね、20年前のね。腹がドミっちゃった。ドミ。6. Today's Katsu Curry. Ajidokoro Ta Each. 北広島市大曲の住宅街にあります味どころ太一さん、あとイートさんのタレコミで参上。私蕎麦屋だとばかり思ってグリーンが行くスケジュールを組んだのですが、まさかのカツカレーが美味しいお店だということで、なーにってことで今回の Today's カツカレーは誰だ。俺。そもそも私の人生にカツカレーという食べ物は全くもって不必要なものゆえ、人生2度目の単独カツカレーでございます。考えられませんね、カツカレーのない人生なんて。全然考えられる。おお、なんと美しいビジュアルなのでございましょう。これは見た目に美味しいぞ。はい、スパイスの尖った辛さは控えめで、その代わりに奥からお出汁の旨味がじわーっと広がってきます。ドロッとしすぎずシャワすぎず、絶妙なトロトロ加減で玉ねぎのシャキシャキ感も程よく残っていてフレッシュです。やっぱこれは美味しいでしょう。はい、うまいっすね。注文が入った瞬間、厨房からドン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 とお肉を叩く力強い音が聞こえてきました。まさに2オーダーで衣をつけてあげてくれる最高のスタイルです。換気扇の天蓋もピカピカに磨き上げられていて、期待に胸が膨らみます。その割にはふざけんな。カツは厚すぎず薄すぎずの100万厚くらい。カツカレーにはちょうどいい厚さで、脂身もいいバランスで入ってる。
何より衣が最近流行りのガリガリ系ではなく、サクサクで油切れもよく、スプーンでスパッと切れる柔らかなカツだったんで、これあた好きなやつよ。出る？わお、素晴らしいレポートです。大成功ですね。たまにはカツカレーもいいもんだなぁと快感しました。やっと。7. Foreign Chili Li. ご兄弟で毎朝つきたてのお餅を丁寧に手作りして販売されている有名店、風鈴チリリさん。本来は当別町にお店があるんですが、現在店舗改修中ということで、今回はこちらの北広島店にお邪魔しました。店内利用もお持ち帰りも完全予約制となっており、公式インスタグラムから事前に予約をしておく必要があります。詳しい予約方法はインスタをチェックしてみてくださいね。今回はお目当てのゆず塩くるみ餅を購入。これが実に見事なお味でしたね。くるみだれは甘さが品よく控えめに抑えられており、くるみ特有の香ばしい深みとほのかに香る柚子の爽やかな酸味に絶妙にマッチング。初めてのお餅タイプね。毎朝丁寧に疲れているお餅は驚くほど柔らかく、赤ちゃんの肌のように滑らかな口当たりで、これは予約が殺到して人気が出るのも大納得です。これはあれじゃないですか。飯旅日本5大和菓子に堂々の認定でしょう。はい、秋田のあんごま餅、奥州の格好団子、伊勢の赤福、銭箱の小バサさんと風鈴チリリさん。今のとこね。美味しい和菓子情報ございましたらぜひこちらまで。いや、見えん、これやっても。 8. Gochi Sosan Shoku Do. 以前も一度ご紹介させていただいたボリューム満点ザンギの大人気店、ごちそうさん食堂。移転されてからのお店は初めてなのでご紹介します。新しくコープの建物の中に入られたのですね。ジューシーなザンギが特に有名なお店ですが、今回は欲張ってエビミックスフライザンギの定食を注文。運ばれてきた絶句。相変わらずとんでもないダイナマイトボリュームですな。はい、そのためライスは私なりに一応配慮して小盛りのおばちゃまに、一体いつになったらダイエットできるのか、自分でも痩せられる気が全くしないグリーンであります。因果な商売やの。だって美味しいんだもん。大きなエビフライが2本にサクサクの白身フライ、そして大ぶりのザンギがなんと5個も贅沢にドカーンと乗っています。ザンギは中までしっかり醤油ベースの味がしみしみ、生姜の風味がキリッと効いて、衣はカリカリ。誰もが大好きな王道の味付けで、これがまた白米に恐ろしいほどよく合うのだ。こりゃギャルのグリーンには食べきれるわけもなく、はい、ギブアップって言って30円を支払い、お持ち帰り用パックを購入。残ったザンギはおいちゃんへのお土産になりました。めでたしめでたし。やっぱ美味しいね。ね。はい。Jikai no mesha tabiwa. Gachi de mata tabathai. Hokkaido no OEC pork chap des. O tano shimi ni. See you soon. 飯旅ではいろんな地域の動画を公開しています。飯旅地名で YouTube 検索して気になる地域の動画を動画ご覧ください。よろしくしなくちゃ。はい、こちらの紅茶香るパンをオンジェジェで紅茶香るパンをオンジェジェで試合のない日の方がこれ空いてて、整い環境には整い韓国っぽい子は韓国行く？ポッポッポッポイーン。ほら犬